皆さんこんにちは。こちらは TIAC AX505 です。発売は2019年。現在の価格は13万円くらいです。これは現在最も高性能とされる N コアを搭載したデジタルアンプです。N コアは高級モデルに採用されているアンプモジュールです。あらゆる面でリニアアンプを上回ると言いますが、本当でしょうか？今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。N コアはハイペックスという会社が開発したデジタルアンプのモジュールです。ダンピングファクターが可調域全体で370以上あるといいます。これが本当なら画期的です。ヘッドホンアンプにも力を入れているようです。今回はこの性能も詳しく見ていきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。定格出力までほぼフラットです。このアンプには音色がありません。過渡応答も完璧です。定格出力の線が若干波打っているのは歪みのせいです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。ヤマハの A2000A は今まで測定してきた中で最も低ノイズだったアナログアンプですが、これとほぼ同等の性能です。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジもアナログアンプの A2000A と同等です。デジタルアンプは区形波の精度が悪くて、ダイナミックレンジが狭いという問題がありましたが、完全に克服しています。ダンピングファクターを見ていきます。すごい性能です。300近くあります。しかも広域でドロップしていません。デジタルアンプはローパスフィルターのせいで広域が落ちるのが普通ですが、驚くことにほぼ水平です。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。このアンプは電子ボリュームです。若干誤差がありますが十分な性能です。こちらはインパルス応答です。左右対称になっていません。そういう特性のローパスフィルターが使われているようです。ジッターを見ていきます。こうして見ると若干ありますが、耳に聞こえないレベルなので問題ありません。こちらはヘッドホン端子の周波数特性です。カタログスペック通り 360mW 出ますが、歪みが多いので波打っています。十分低歪みで再生できる限界は 300mW です。こちらはヘッドホン端子の出力インピダンスです。8オームありますね。アンプのヘッドホン端子はおまけがほとんどです。8オームならそこそこですが、ヘッドホンの音にこだわる人は出力インピダンス1オーム以下のヘッドホンアンプを使った方がいいでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番はアンプの音です。このアンプの音は原音と区別できません。今回もそれをご確認いただきます。
古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれてデジタルアンプの課題にダイナミックレンジと歪みがありました。N コアはこの課題を改善してアナログの高級機と同等以上の性能を達成したようです。効率が悪くて重量がかさむアナログアンプは過去のものになっていくでしょう。趣味のアイテムとしての価値は9大点です。2連のアナログメーターがついていて、物の作りもまあまあですが、音楽を聴く道具として見るとデザインが今一つです。これはどんな音楽をどんな音で聴かせたい商品なのでしょう。精密機器のような成功感がありますが、ボリュームの品質が中途半端です。サイズが小さすぎることもマイナスの要因です。アンプの音に違いはありません。違いがないものが違って聞こえるのは心理効果の影響です。アンプのフロントパネルは大きいほど心理効果の面で有利なことが昔から知られています。アンプの音は見た目で決まる。これは昔から変わらない普遍的な法則と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。